皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。伊豆七島の青ヶ島で作られているヒンゲの塩はとても有名だと思うんですけど、実は八丈島にも塩があるんです。西野園芸さんお邪魔して塩作りのお話を聞いていきたいと思います。こんにちは。西野悦子さんに今からお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お仕事の内容を教えてください。メインでやっているのはユリの栽培とか、それを産直で売ったりとか、あとは島でやっている花いっぱい運動の花苗作りとか、ハウスを使って野菜を作ったりとか、そういうのがメインなんですけど、八丈の方では。では三宅の方では。そうですね、三宅の方では2000年の噴火がありまして、以前は園芸の仕事をしてたんですけど、噴火で仕事ができなくなりまして、で八丈島で避難してる間に、なんか主人が八丈の方でやってるアシタバの仕事が三宅でもできるんじゃないかっていうことで、避難解除になってから三宅島の方でアシタバの栽培とか加工を始めました。はい、お塩は三宅の方でアシタバと並行して最初は七味のような感じで作ってたんですけども、塩がお土産品として割と好評だったので、はい、八丈島の方でも最近ちょっとお塩をやってる方が少なくなってきたので、八丈の方でも作ってみたいということで、2、3年前から八丈の方でも塩作りを始めました。息子さんも八丈でお仕事されてるんですよね。はい、次男が今八丈島で農業の仕事を始めまして、メインはアシタバの栽培とか、レモンとか、そういう島レモンをやっています。アシタバの畑を撮影させていただきましたのでご覧ください。ここが、アシタバを育てている畑になります。アシタバの畑は何箇所ぐらい？この中野郷のこの場所に1箇所と、あと坂下の大川郷地区にもう1箇所という感じで2箇所で、はい、やっています。坂下と坂上でこう分ける理由とか？でも2箇所借りてあるっていうことでね、なんか台風とかのね被害とかがあった時に被害を分散できるみたいなところもあるかなとは思うんで、皆さんねいろんな場所借りてやられてる方が、はい、そうですね、そういう方が多いっていう感じはしますね。これがアシタバですね。はい。今はもう生食の段階ではない。一応ね、年中取れることは取れるんですけど、一番数量的に多く取れて、美味しい時期っていうと3月4月ぐらいが一番いいのかなっていう感じですね。はい。おすすめの食べ方とかありますか？そうですね、やっぱり天ぷらは一番美味しいかなとは思います。あとはよく作られるのはね、ツナとマヨネーズであえて食べるツナマヨあえが一番私は好きです。はい。なんでアシタバって言うんですか？アシタバっていう風に言われるようになったのは、今日摘んでも明日にはまた生えているっていうところからアシタバっていう名前になったということで、実際はそうこまでは早いわけではなくて、経営してるアシタバと作られてる方のアシタバ、どんな感じが違うとかありますか？やっぱり自生しているものに比べて畑で栽培しているものっていうと、土をアシタバの生育に合った土作りをしてるっていうところがあると思うので、そういう意味では畑で作っているものの方が柔らかかったりとか大きく育ったりとかっていうところはあるかなと思います。アシタバはですね、夏の暑さに弱い植物なので、その暑さを和らげるためにこういうハンノキという、オオバヤシャブシという木ですけども植えて、その木の
木陰を利用してその下でアシタバを作ることによって、夏場の暑さとか日差しを和らげるという意味でこういうふうにアシタバを作っています。高橋さんが育てられているアシタバってどこで食べられるんですか？西野農園のオンラインショップがありまして、そちらのホックで販売しております。この黄色い汁はカルコンという名前の成分で、健康面でもいいということで注目されている成分。服についたら全然取れないんですか？そうですねアシタバ始められたのは何年ぐらいですか？2021年の4月から一応アシタバの栽培を始めるということで農家としてスタートしたという感じです。それまではですね、都内の方で築地の青果市場の卸売会社とか、あとは健康食品関係の会社で勤めてました。売り手側から生産者側になった、そうですね、はい。なんか売り手を意識することとかってあります？やっぱりこう今まで働いてきた中で結構ね、お客さんとやっぱり接する機会も多かったので、どうやったら売れて、それがさらにリピートで買ってもらえるのかっていうのは考えながらやることが大事だなと思っています。いつか島で農業やりたいなっていうのはずっと思っていたので、結婚して子供ができて会社勤めが通勤とかで一緒に家族と過ごせない時間とかもあったので、もう島に行ってしまおうとはい、通勤時間とかが全然短いので、はい、ちなみに何分から何分ですか？そうですね、一番長かった時は片道2時間半ぐらいだったんですけど、今はもう10分20分で畑に来れるので、はい、家族に何かあってもすぐ駆けつけられますね。そうですね。これからの展望とかをお話ししていきたいんですが、宮家の方は父親がメインでやってるって感じなんですけど、自分は八丈島の方でアシタバメインで、あとはレモンとかね、そういうのも少し始めたので、農業で八丈島で続けていきたいっていう今は気持ちです。西野さんで作られてる商品の数々です。焼き塩ですね。詰め替え用と瓶とあるみたいな感じですけどね。アシタバ、粒飲めるやつですね。酒飲んだ後にいいやつですよね。時々飲みます。で、島唐辛子、これは赤いやつだ。一味唐辛子です。で、これはなんだ？焙煎茶といってお茶なんです。お茶っ葉になってるんですね。そうなんです。これもそれは焙煎茶のティーバッグと1個ずつのやつ。パスタ。明日はパスタもあります。これはなんか割と茹で時間も短くて、ちょっともちもちした食感で割と評判よく好評だそうです。いただいてます。あとアシタバそばですね。すっごいお得です。じゃん。これ粉末レンゲではアシタバ関係これ使ってます。そして今日教えてもらったんですけど、この大袋があります。これ買います。ぜひぜひ。でこれレモン、これから夏はそうですね。ソーダで割ったりとかもできます。シロップとか甘いんですね。甘いやつです。しますか。なんか唐揚げとか、そうですね。本当ですね。フライものとか。酸っぱくて辛いってことですね。加工品を作ってるっておっしゃってましたけど、どこで買えるんでしょう。そうですね。八丈島ではスーパーさんで置かせていただいたりとか、お土産屋さんもあるので、人形屋さんとか、あと空港の臨海さんとか、それがメインなんですけど、オンラインショップって通販もやってるんです。通販ですね。はい。そちらの方を見ていただくと、ほとんどの商品が全部見れますね。買えますので、ぜひご利用いただければ。あと東京のそうですね。竹芝にある東京アイランドさんの方で半分ぐらいは扱っていただいております。ので八丈島のお土産に最適です。概要欄に載せておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ実際そのユリを見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。じゃあ行ってきます。行きましょう。科学的なものはあまり使わないようにしておりまして、
化学じゃないすごい食べ物から作るみたいな、そういうのをなるべく使ってやって今日のために二輪咲いてくれてます。撮影日は6月の上旬になんですけれども、最盛期が6月後半そうですねになるそうです。この奥はさっき言った花いっぱい運動のはい、ポーチュラカっていうんですけど、ポーチュラカ、次はポーチュラカなので、ポーチュラカ、今はサルビアが、サルビア、船の名前ですね。サルビアそうですね。この一番奥が今トマトを作ってて、トマトです。トマトがやっと赤くなりだして、ちょっとね、トマトだ。なんか SNS で呼びかけて、あっという間に売れちゃうんですよね。うちは樹上完熟っていうんですけど、なんか木でも完熟したのを取るっていうやり方なので、そう甘いです。ほとんど今まだ緑色なんですけど、ここちょっと赤くなってる。そして本当に美味しそう。きゅうりをこういう型にはめるんですよ。そうすると切り口が星型になる。星型とか、ハート型。お借りしてる畑なんですけど、島唐辛子を去年植えたんですね。いろいろな加工に使ったり、通販でも売ったりしてます。続きまして塩釜を紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。八丈島で塩を作っていらっしゃる西野さんです。自己紹介をしていただいてもいいですか。私は噴火で宮城から八丈に来たんですけども、噴火の避難が終わってから私は宮城に戻って、で妻は八丈に残って西の園芸をずっとやっております。で私は宮城と八丈両方行ったり来たりして両方見ているという感じですね。宮城の方はアシタバが中心で、八丈はユリが中心という感じですね。で最近お土産用のいろいろ加工品を作り出しまして、塩は宮城でずっと作っていたんですが、八丈島の方も作る方がいなくなるというようなことを聞きまして、それじゃ八丈でも塩を作ろうかということで、3年前にちっちゃな釜ですけども作りまして、八丈の焼き塩ということで製造しております。海水を汲んできてですね、10リットルのポリタンで50個、500リットルですね。だいたい500リットルの海水をずっと煮詰めていって1回転して塩を作るという感じでやっております。時はどのくらい離れてる？港から出てですね、少し離れた程度のところですね。知り合いの漁船を頼みまして組んでいます。この釜はだいたい今50リットルぐらいなんですね。その羽釜がですね、塩っていうのはだいたい10分の1に煮詰めたところでカルシウムが石膏の形で析出してくるんです。それをこし取って残ったものが、ナトリウムとカリウムとマグネシウムの混ざった濃い海水なんです。それを海水というんですけども、でそこまでを1回これで作ります。で500リットルの海水を入れて薪を焚いてですね、どんどん煮詰めていって、減った分をまた海水を足してと、で500リットルが50リットルになるまで煮詰めます。でその時点で一度こし取ります。そこで石膏分とかですね、いろんなゴミを除去して寒水を作ります。その寒水をもう一度煮ていくと、今度はナトリウムが塩化ナトリウムという形、塩として析出してくるわけですね。それをすくい取って塩にします。煮詰めるのにこの釜だと2日かかるんですよ。でその間薪を焚き続けると、そういうことですね。火力がないとね蒸発しないんで、だいたい1時間おきぐらいに足していくという感じなので、2日間、夜鍋ですね。夜鍋そこが大変ですよね。これが最終的に作る塩なんですが、で普通はその粗塩という形で使われるのが多いんですけども、私とか焼くんですよね。その塩を焼く過程で塩化ナトリウムのCL の塩素の部分がガスとして出てくるんですよ。ということでかなり物性が普通の塩とは変わってる。普通の塩よりもやはりまろやかでうまみがあってという感じが出ます。
ちょっと釜を見させていただいてもよろしいですか。はい。これも手製ですので。手製ですね。はいこの程度で大体島内のお土産用なら供給できると。汲み取る頻度はどれくらいで。大体月に1度か2度ですね。500リッターはお塩になると何グラムぐらい。大体そうですね。焼くと10キロいかないですね。これが40グラムですから、これは200袋ぐらいですね。観光協会の中でいろんな新しい商品を作ってほしいということで、いろいろ商品を開発して、ちょっと今作ってますので見てみます。ありがとうございます。ここにあるんですか。ここで作ってます。はい。お邪魔します。どうもです。お久しぶりです。こちらは2年前ですかね、この部屋を加工場にしまして、で保健所に申請して許可を得ました。で今作ってるのは島酢粉、島のレモンと唐辛子で、あとはパッションフルーツ、ニンニク、それと先ほどの焼き塩ですね、そういったものが焼き塩入っております。辛いんですがフルーティーさもあってですね、イタリアンにも合いますし、海鮮料理ですね、カルパッチョとかそういったものに合うので、島のお土産として売れております。でこれ一般的なねシロップですね、八葉フルーツレモンを使ったシロップということでやっております。でこちらが八葉フルーツレモン胡椒、柚子胡椒と同じような感じなんですけども、八葉フルーツレモンの果汁を使うと。で果汁を作る時に出た皮を何に使うかと。当初は精油を作ってたんですよ、皮で。でその後でこういう柚子胡椒みたいな感じのものがいいんじゃないかという話があって、それで作ったのが八葉フルーツレモン胡椒。青唐辛子、塩、レモン、最強の組み合わせじゃないですか。添加物全部なしということでやってますので、割と味が優しいというふうなね、よく評価を受けております。いい香りですね。いきます。酒飲みなんです。酒のつまみに塩舐めるっていうじゃないですか。いきます。そこまですっごい死ぬほど辛くないので、本当柚子胡椒のもっともっと爽やかな生みかんがあふれるレモンバージョンですよね。三宅島のお土産大使をされていて、もう24年前です。そうか、24年前だ。で私もともと大阪生まれ、大阪育ちで、三宅だとばっかり思ってました。海がねすごく好きだったのがあって、今は海洋大学ですけど、昔の東京水産大学というところに入って、卒業してからは東京で水産物の仕事をしていたと。でやはり自然を相手に自分で仕事をしてみたいなというような気になりまして、30歳の時に脱サラをしまして、女房と2人で三宅島に行き、最初は漁協に入りましてね。で漁協で働いて組合員になって、で漁船を買って、潜りが好きだったので、潜って天草を取ったりやってたんです。漁師ではなくて漁師やってるんですよ。でなかなか海だけだとねちょっと生活苦しいので、園芸の方も合わせてやって、半農半漁という形で、ずっとやってました。20年ぐらいですね、噴火があるまでね。でその間に子供もできて、家も建てて、これからかなという時に噴火になっちゃいまして、八丈に避難してきまして、で4年間、避難生活をして、避難解除になって戻りましたら、ユリとかですね、レザーファンという刃物を作ってたんですが、そういったものを作れなくなっちゃってまして、で何を作ろうかということで、火山ガスに強いアシタバということでアシタバを始めました。今日はいろいろ長い間ありがとうございました。何か一言。東京から脱サラをして、三宅にね夫婦で行って、そこで子供が生まれて、初めての漁業農業で生活して、いろんな方にね本当助けていただいて、で噴火の後も八丈に来て多くの方に助けていただいて、なんとか、再建に向けて、やっていっていくことができると。いろんな仕事をきちっとしていくことによって、少しでも皆さんに恩返しができればいいなというふうに思っております。ぜひ八丈島に来たら、西野農園さん、西野園芸さんの商品たくさんあります。ぜひ買って
帰ってください。通販とか、あと東京の竹芝のショップでも売ってます。概要欄に貼ってあるのでチェックして買ってください。また見てね。バイバイ。バイバイ。